た方が調子がいいっていう人と、上側にこうつけてあげた方が調子がいいっていう人もいるので、基準となるところが一応ここの部分、センターですね。こっちのハイバックの付け根に関しては、そこの3つの部分の調整と、本当だ、動くんだこれ。動くんだ。15ぐらいだと思います。たまに初心者の人多いと思うんですけど、こっちではないです。エビゾです。はい、どうも加藤です。こんにちは。今シーズンからフリースタイルもちょっとチャレンジしようっていう噂を聞いたんですが、そう。アルペンしかやったことないので、どんなことができるのかとかよくわかんないし、フリースタイルの人がどう思って滑ってんのかも体感してみたいなと思って、そういうことね。なるほど。フリースタイルもやってみようかなっていう感じで。はい。なのよ。ということで今日は何してるの？リンニングつけるって言ってたんだけど、どう？わかる？全然わかんない。わかんないっていうか、ほら俺の出番でしょ。メカニックといえばエビゾです。はい、エビゾです。なんか巷ではその呼び方流行ってるんですね。流行ってるみたいですね。よろしく。よろしくお願いします。ネジ穴があるでしょ、ここ。はい。あれでしょ？ネジがあるでしょ？ある。だからこれとこれがね、合わせればいいのよ。そうね。で、とりあえずこっちが前だから、問題なのは角度、ビンディングのアングル。アングルね。50の45だ。こうだな。ネネジを入れて、これで締める。はい。アルペンと違うね。さ、55っていう数字がないよ。だからそういう時は見た目。目測か。こんなもんだろう。なんか不安。ほらこうでしょ。でこれでだいたいアングル多分55のね45ぐらいだと思うんだよね。ぐらいって。俺のね流れの経験で。ああ、いけるはず。いけるはず。これで大丈夫だと思うよこれ。まあ青木くんに見てもらいましょう。どうですか？合ってます？合ってます？いろいろ合ってます？いろいろ合ってない。いろいろ合ってます？いろいろもしかして違う？これこっち前。こっち前なの？こっち前なの？そうですね。これ前じゃない？おお、行くんじゃないのかな？こっち前なの？こっちが前。こうなっちゃうと後ろに滑る。逆だね。逆ですね。で、あとですね、リンディングこれ右左逆です。右左とかあんの？嘘。基本このベルトの方が内側ピッて。あ、こうなんのね。はい。こうなんのね。そういうことです。逆だね。みちゃん。アルペンはわかるんだけどね。全然フリースタイルわかんないみたいな。じゃあ取り付け方青木くんに全部聞きましょうか。はい、お願いします。じゃあこれからよろしくお願いします。はい、それではね、ちゃんとしたレクチャーをね、青木くんにしていただきたいと思います。はい。今回私黙ってます。お願いいたします。そういくかな。はい、じゃあやっていきたいと思います。進行方向、まずこっちが前になるので、はい。まずレギュラーですか、グーフィーですか。これレギュラーだよね。レギュラーですね。レギュラーです。はい。レギュラーは左足が前。左足が前。ということで、ちょっとやりにくいので向き変えます。これ板が前だ後ろだってどこで見るのフリースタイル？フリースタイル基本数値書いてあるんで、これね、数字。これがまさかこっちに進むと思わないと思うので、多分この板に関してはこっちが前だと思います。なるほど。はい。見た目で判断しないこと大切です。はい。で、これのストラップが内側に来るようにまず置いてあげて、はい。で、あとはスタンス幅かな、まず。幅を決めてあげたいんですけども、スタンス幅って分かりますか？スタンス幅ってこの足の広さの幅だよ。幅です。まあアルペンでだいたいおおよそつくと思うので、一応それの基準にしたいんですけど、アルペンの時は俺はいくつですか？52。はい。ということで、52センチで調整したいと思います。はい。本人知らないんだね。聞いちゃうとね、何にも知らないよ。みんなね、ものはね、俺任せ。だから俺がやってるって話になったら。ね、青木くんの方が知ってたっていうね。フリースタイルはわからないよ。そうね。はい。で、一応基準となるところが、一応ここの真ん中の部分。これ？はい。ここと左右のこの幅、センターですね。の長さを測ってあげて52センチのところで、スタンス幅っていう状態になります。はい。まあその位置が分かったところと、あとですね、ビンディングの角度。まあこれでいうとここからこういう状態になると思うんですけども、
だいたいフリースタイル前が24から、36。そんなもんしかないの？フリースタイルだいたいそれぐらいです。そうなの？はい。でこれ取れるんですけど、まあ目安としてはこう置いて。それ取れんの？取れるんだ。はい。取れんの？おお。初めて知ったよ。で、ここに数値書いてあると思うんですけど、一応この数値を合わせてあげるとその角度になります。なのでここに矢印あるので36ってなったらこういう風に振ってあげて36のところに合わせてあげると、これが36になります。これでこの矢印を36にする。そうです。はいはい。これさっきエビちゃんこれがさ前になってたよねさっき。だってアルペンそうやって調整するんじゃん。それ違うよね青木くん。一応ビンディングの取り付け位置がこれ前後調整できた方がいいので、この位置からアングルのこの角度の向きによって足のこのセンターって地味にずれてきてしまうので、横ではなくて縦で使ってあげてる人の方が多いです。なのでこういう調整なります。どうやって調整するのフリースタイルは？はい、36ってことの36。はい。で一応こういうような状態でつけます。これどの穴につけるの？穴に関しては多分前がちょっと長くなるか、後ろとこう均等になるようにつけるか。そこら辺アルペンと大体一緒なんだね。アルペンと一緒です。板によってはディレクショナルツインとかツインボードとか、分からんね。キャンバーボードしか知らないからね。一応ここからの多分長さが後ろと前で同じものもあれば、前がちょっとだけ長いっていう板もあるので、実際セットバックとはちょっと違うかな。ちょっと違います。違うんだっていうのもあるので、板に合わせてあげればいいと思います。なのでちょっと広ければ前側を1個後ろにしてあげるとか、狭ければ広くしてあげるとか、それは前後でちょっとバランス見てもらってやってった方が、おのおの持っていきたいスタイルってあると思うんで、それでやってもらった方がいいのかなっていうところですね。わかりました。あとはこの取り付けた時に比較的ちょっと多いのが、つけてついてる状態だとして、でブーツをつけます。ブーツをつけた時に、足がどうしても片側が出やすいっていうのがあるんですよ。で一応ここにこうやってつけてあげて、でさっきこのディスク4つ穴が前後にあると思うんですけど、これの位置の調整によってこのビンディングの取り付けの位置がこう前後するんですよ。なんで極端に一番前とかにつけてしまうと、ちょっとこうカービング切った時に絶対当たってしまうんで、そういうところもバランス見つつ、だいたい真ん中ぐらいっていうセンターを見てあげて、その位置でだいたい取り付けのこのボルトのやつは決めてあげる。なるほどね。あと滑ってってやっぱり前側後ろ側って感覚的なものあると思うので、一応そこのところはまた微調整。それでこれ縦につけるのね。そうです。こういうふうに。アルペンと違うねこれね。勉強になるね。でもしカービングやるとすると、もうどんどんこうでも12、15ぐらいだと思います。そんなもんなんだ。そんなもんなのね。45じゃないの。45じゃない。それはちょっと振りすぎ。振りすぎなんだ。危ね、聞いてよかったよね。45でね。っていう感じで、あとはここのスタンス幅見てあげて、角度の確認と、あとこの前後の位置関係でしてあげれば、それはそれでいいと思います。はい。フリースタイル奥深いね。危なかったね、聞かなかった。危ないね。何でもね、アルペンと一緒でカービングだからね。何でもアルペンと同じだったらいいのかと思ったらね、違うね。あと細かいところで本当に言うと、ビンディングでやるとすると、さっきこの部品外したところ、多少前後するんですよ。ちょっと自分の推測にはなるんですけど、つま先側がなるべく短いと、踏める領域、多分この部分余ると思うんですよ。その面積が長くしてあげると、多分踏めるポイントになってくるので、スカスカしない。ちゃんと力が伝わるっていうようなイメージ。そうですね。本当だ。動くんだこれ。動くんだ。ここね、ここ。これギザギザがついてて、移動ができるようになってる。動くのよ。
へえ。ここにネジがあってゲーンってやるんじゃないんだね。ね、全部ネジだと思ってるからね。まあっていうのがあるんで、ちゃんとこう踏める位置、ギリギリまでやってあげた方がいいと思います。ああ、なるほどね。まあものによって多少仕様とは違うんで、ちょっと見てみていけそうだったらそういったところの確認も必要だと思います。あとはハイバックとかこういったところは、まあこの R の部分となるべく合うように。でこれどうやって調整するの？これは普通にネジの部分があるんで回してもらって緩めるって感じ。緩めて、これもまたこうずれるんで、まあ極端にやると、ああ、なるほどね。それで立ち方が変わるのね。そうですね。であとはここに横にもいつの穴あるね。あるんで、ここのところはネジ穴が2つで、こっちのハイバックの付け根に関しては穴が3つあるんで、そこの3つの部分の調整とこの内側のナットの部分、こっちも3つ切り欠きあるんで、その3つの部分で合計9段階調整ができるっていう。すげえな。そんな調整できるの今のやつは。あ、そうです。あともう一つがトゥーストラップの方も、これもこっち2つ、ここの部分とこっちの部分で2箇所かけられるところあるんで、一応そういったところ、そんな簡単に取れることすら知らなかった。知らなかった。まあっていうのもあるんで、まあブーツに合うようにセッティングしてもらえればっていうところですね。いっぱいありすぎてわからん。あとはまあ極端にこのベルトの部分がずれないようにセンターに合うように、極端にこっち側しにこれがね、これがこうとかね、行き過ぎちゃったりっていうのがないように、センターに合うようになるべくつけてあげてください。はい。はい。あ、これはここにつけるのね。ここですか。斜めです。斜めに。たまに初心者の人多いと思うんですけど、こっちではないです。あ、こっちじゃないんだ。俺ずっとそうだと思ってたよ。俺ずっとそうだと思ってた。そこにつけるのもあるよね。ものによってはあります。あ、ものによってはあるんだ。何でわかる？基本ここのストラップ先端こう丸みを帯びてるんで、そういったものはここに大体合うようになってます。なるほど。でこういう風に。あとカービングやる人に関しては、ここの部分につけた方が調子がいいっていう人と、上側にこうつけてあげた方が調子がいいっていう人もいるので、まあ試すしかないね。試すしかない。基本は多分こっちでやってもらってた方がいいと思います。はいはいはい。なるほどね。よかったね、いろいろ聞いて。本当だよ、マジや、もう俺らだけでやってたらもうやばいことになってるね。大丈夫、任せなさい。任せられるかい。なるほど。あと最後に結構緩むので、買ったばっかりのものに関しては、なのでこういったところにプラスのビスなど入ってるので、この部分だったり、緩みのチェックかの方は最後は知っておかないと突然緩んだりするので締めてあげてください。聞かなかったらやばかった。ね、またまたためになったよこれ。で実際これをさつけなきゃいけないじゃん。はい。それは普通につけちゃえばいいの？さっきの50に合わせて止めてあげれば、まあそれになると思います。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。いろいろ勉強になりましたね。はい。結構セッティングがいっぱいいじれるんだなっていうのが分かったんですけども。すごくね、分かった。ただこれから始めようかなっていう人たちなんかは基本なんかいっぱいで分かんないよっていう場合はどうしたらいいんですか？まあ基本お店の人に相談するのがいいと思います。なるほど。はい。いろいろありがとうございます。はい。はい。加瀬さんどうですか？いやー、ほんと聞いてよかった。はい。海老蔵のね話だけじゃね、これね多分事故ってたね。だってそもそもね、初めはね板の後ろ前分からずにつけてたからね。だからそういう時はまずね、こういう形で下がシュッてこう切れてる板それあるペンを持ってきなさい。ということでした。今日はありがとうございました。じゃあまた見てね。バイバーイ。バイバイ。